こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回はガッシュパレットのセットアップ方法と、乾燥防止の実験を行います。まず新しいパレットに、絵の具を詰めて、乾燥を防ぐためにグリセリンを少し加えてみます。で、1日放置してその結果を確認したいと思います。普段はですね、ペンと透明水彩を使っているんですが、ちょっと最近不透明水彩も使ってみたいと思っていて、で、購入したのは、ナムラ大聖堂の、シールドパレット、16色ってことですよね、の商品です。ナムラ大聖堂って言えば、筆のメーカーですよね。これかな？ナムラ大聖堂ですよね。はい。なんかあんまりよく知らなかったんですけど、ホームページを見たら、いろんな種類の、筆があったので、いずれまた買ってみようかなって思っています。今回は、こちらのパレットなんですけど、商品説明をね、読んでみると、コンパクトサイズ密閉型の16色用パレットです。密閉性が高く持ち運びに便利でゴミなどが入りにくく絵の具の乾燥を遅らせることができます。水彩絵の具はもちろんアクリル絵の具にも対応可能ですって書いてありますね。サイズはですね、210×106 で、厚みが25ミリなんで 2センチぐらい、2センチ半ぐらいかですね。で、重さは 130g で軽いですね。で、16個の仕切りがついてるってことなんですよね。ちょっとねデザインがね、いまいちなんですよね。昨日のライブ配信で、配信の時に初めてね、開封したんですよ。で、それで、見てね、すごいびっくりしたんですけど、もちろん買う前に、パソコンの画面では見てはいたんですけど、このデザインがちょっと衝撃的でしたよね。この、なんだろう。この、安っぽい感じというか。はい。でも、ここにですね、ゴムのパッキンがついてるんですよね。それで、ここでカチッと閉めることで密閉性があるってことですよね。ちょっとね、16色はね、少ない感じもしますよね。YouTube で不透明水彩やガッシュっていう風に検索しても、なんか日本ではね、あんまり人気がないのか、紹介している人も少なかったんですよね。有名な柴崎さんが描き方をレクチャーしてたり、つららーんさんとかがね、紹介していましたけど、海外のね、YouTuber はガッシュが好きみたいで、結構ね、紹介してる方がいらっしゃるんですよね。で、その方たちが、韓国の画材メーカーのミゼロ社というところの機密性の高いパレットをね、紹介してたんですよ。なので、それが欲しいなって思ったんですけど、Amazon ではね、取り扱っていませんでした。なんか他にね、海外製のものは結構あったんだけど、それはなんか全然レビューとかもついていないし、なんとなくね、そのミジェロ社のまがいものみたいな感じがしたので、ちょっと購入はやめて、で、これが出てきたんですよね、なんか。で、ナムラだったら、日本のメーカーなので大丈夫かなと思って買ってみました。はい。それではね、パレットに絵の具をね、詰めていこうかなって思います。大体ね、自分の中で、配置って決まってるんですよね。黄色。レモン色はいらないかな。朱色。朱色、赤。そしてね、これがね、買ってみた赤茶なんですけど、なんかどうだろう。これとなんか似てるよね、すごい。同じだったらどうしよう。まあいいか。茶色でセピア。あ、
違う。こうだな。黄土色、焦げ茶、黄緑、緑、いや、オリーブが先かな。オリーブ。フタログリーンの。こっちにしてみよう。フタログリーンの、水色で、青もどっちにしようかな。こっちかな。で、紫はいるかな。またね、途中でこれ違うなと思ったら変えればいいので、とりあえずこれで出していこうと思います。多分白はねその都度使うからもう固まってますもんね。なんかもうカピカピしてるこれ。色によっても違うのかな、固まるあれがね、速さとか。なんとなく本当は黄色、黄土色って感じだけど、私はなんとなく茶色の方に入れちゃいますね。なんかインディゴレッドみたいなのが欲しかったんだけど、ちょっと違うかな。なんか同じっぽいですね、これと。あ、ちょっと違う。ちょっと微妙ですね。また後で色見本を作ってみたいと思います。もっとたくさん出した方がいいかな。お、これ硬い。なんでだろう。粉々がいっぱい落ちてる。これなんかおかしな色だ。テールベルト。ちょっとね、あれと違いますよね。透明水彩とね。これもなんかちょっと違う。普通の。でもこれ、不透明水彩って、ちょっと乾くと色が変わるんですよね。今なんかウェットな感じなので、なんかこう、ちょっと、なんていうのかな。輝きがあるというか。だけど紙に塗ると、ちょっと違うんですよね。ちょっとマットになるというか。さあ、これで、ちょっとグリセリンを、これなんか普通に家にあったやつです。何使ったんだっけ。なんか楽しい。これでコネコネした方がいいかな。あんまり入れすぎも良くないんでしょうかね。ちょっとよくわかんないんだけど。数滴って言ってたから。すごいなんかトロトロになった。1日ぐらいじゃ固まらないのかもしれないですね。もうちょっと日にちを置いてみて確かめた方がいいのかもしれない。その間に何かね、書いたりとかしてもいいですしね。とりあえず1日だけ置いてみようかな。これなんかもうすでになんか硬い。ベンガラってなんだっけ。面白いですよね。なんかこの日本の伝統色みたいな色なのかな。
このあやっていうシリーズ、あやかな。なんか黒とか白を使うから不思議ですよね。透明水彩は黒とか白なんてほとんど使わないから。はい、できました。これで、これね、使うときはだいたいね、私の中では、赤黄色はこの辺で、緑系がこの辺で、茶色、黒で水色みたいな感じで使おうかなって思ってますけど、これだけじゃ足りないのかな。ちょっとわかんないけど。はい、じゃあこの状態で、1日置いてみたいと思います。はい、それではですね、ちょっと日にちが1日置こうと思ったんですけど、日曜日にこのパレットに絵の具を絞り出してから、今日水曜日なので3日目ですね。3日経ったんですけど、どうなったかを確認していきたいと思います。見た感じなんかちょっと表面はねツヤツヤしていて、ひび割れてる感じはないですね。ちょっと黄色がガサガサしてる感じもありますけど、全然柔らかいですね。固まってないです。すごく柔らかいです。他のも全然。これちょっと黄緑が硬い。紫もちょっと固まってる感じもするけど、でも全然柔らかいですね。思ったより全然いい感じ。なんか絵の具から絞り出した時と全然変わらないですね。ちょっと紫だけ硬いかな。でも全然すごくいいパレットですね。ということが分かりました。はい。これね3日目なので、はっきりとしたことは言えないんですけど、これを使っていきたいと思っています。というわけで今回はですね、不透明水彩をチューブからパレットに絞り出した状態で、気密性の高いというパレットを使ってみて、数日経った後どんな感じかっていうのをちょっと実験してみました。でこれを使ってちょっと不透明水彩で絵を描いていくっていうのをちょっとやってみたいと思っています。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。